ラケットだけを見たり、ラバーだけを見たりっていうのは NG なんです。失敗しづらい、重すぎて振れなかったっていう悲しい失敗が減るということなんですね。皆さんこんにちは。ワールドラバーマキのグッチーとチャパリーダです。お願いします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、チャパさん、はい。何ですか？いやいや今日の用具の今日滝、の私も楽しみにしてる。はい。今日の滝、用具の知恵袋は今日のテーマは、はい、重量バランスについて説明します。重量バランス。バランスです。おー、はい、重量についてですか？重量って本当大事なんですよ。そうですね。本当に大事で、重量が重くなるとどうなる、軽くなるとどうなるって話もできるんですけど、はい、私そんなね力学に精通しているわけではないので、あんま不確かなことは言えないので、はい、今回は重量バランスっていうところについて説明したいと思います。重量バランス。重量バランス。おお、はい、重量バランス。バランスってことはあれなんですね。今回キーポイントであるってことですね。キーポイントです。じゃあどういうことか、はい、説明していきます。お願いします。まずですね、このラケットですよ。ラケット。はい。ラケット。はい。バランス、重心ですね。重心がどこにあるかっていうのが基本的には3つあります。3つ。重心か。はい。3つあります。打ち合わせしてないんでね。そうですね。3つあるんですね。はい、先端重心、ヘッド。であとはセンター。センター重心。あります。はい。でグリップ。グリップよりの重心。この3つあるわけなんですけど、この時重要なのがラケットの重さとラバーの重さっていうのがすごい関係してきます。さあここでまずですね、僕が一つ公式をこう提唱したいんですけど、はい、ラケット重量イコールラバー重量、これがまず基本です。なるほどなるほど。これはどういうことかというと、今ここにラケットあります。はいはい、ありますね。重量が 180g だとします。はい、ラケット 90g、はい、ラバー2枚そうですね、90g、はい、合わせて 180g。この場合重心っていうのは、真ん中にきます。全部じゃないんですけど、そう思ってください。ラケットの重さ、ラバーの重さが一緒で、だいたい真ん中だよと。なるほど。それで割合的にはそれで真ん中に重心が来ることが多い。はい、なるほどなるほど。じゃあ、今ここにラケットを3つ用意したんですけど、はい、これ目視でねなんとなくイメージしやすいように3つ用意したんですけど、じゃあ違うパターン。はい、そうですね。じゃあラケット 80g、ラケット 80g、ラバー2枚で 100g、合計 180g。 180ですね。だけど、さっきと違いますね。そうですね。あれ、ラバーの方が重い。ラバーの方が重いですね。そうすると先端重心になっちゃうんですね。やばい、それすげえ。それ先端重心になってしまうんです。これ、ラケットより重くなるか軽くなるかっていうところでだいぶ変わるんですよ。さあじゃあもうワンパターンあります。3つ目、ラケット100。重くないですか？ラケット100重いですね。重いですよね。多分皆さん選ばないですよね。100ってってなるんですね。最初3桁なんて絶対買わない。ちょっとまず引くっていう引く重さなんだけどまず引くっていうラケットは100、でラバーが2枚で80、合計180なんですけど、これは重心は手元にきます。そうですね。で同じ180が3本あるわけですね。そうですね。だけどこの3つは全然違うんです。そうですね。で先端重心の180とグリップ重心の180を持って、先端の方が重いって答える人がほとんどなんですね。同じ重さなのに。そうですね。例えば変な話、グリップ重心のラケットの方が 10g 軽かったとします。ごめん、10g 重かったとします。分かりやすいですね。重かったとします。だけどこの 10g 軽いはずの先端重心の方が重いって答える人がきっとほとんど。例えば10人いたら9人こっちの方が重いっていう。いやそうなんですよね。もう残りの1人は用具に詳しいんじゃなくて、もう天の弱なだけ。もうそれぐらい重心っていうのが重要なんですよ。いや確かに重心で
グラムを勘違いしちゃうこと多いですよね。いやもうそう、それは我々もわからない、ああやっぱり本当にわからない。あの人と同じぐらい軽いラケットがいいってこう言って、でもあの人と数字を合わせたけど自分のは重いとかそうなんですよ。めっちゃありますよね。めちゃめちゃあるんですよ。ここですごい落とし穴があって、軽くしたいということで、とにかく軽いラケットを選ぶ人がいます。そうですね。70切っちゃうような、例えばカンターとかはちょっと置いといて、例えば、70代中盤ぐらいの軽いラケット見つかった、よかったっていうので、こう意気揚々と普段使ってるラバーを貼ったらなんかずしっとくるっていうのは、要するにそのラケットの重量をラバーが大きく上回ってしまって重心が先端重心になるということなので、安易に軽くしたいからという理由で、ラケットだけを見たり、ラバーだけを見たりっていうのは NG なんですね。用具っていうのは常にこう全体を俯瞰して見る必要があるんで、総合的に見てください。今の方程式がとても分かりやすかったですね。イコールなんですね、それぞれが。ラケットラバーを合わせた時にっていうことなんですよね。あくまで目安なんで、例えばラケットのブレードの大きさとか、あと板厚とかでも重心って変わってきちゃうので、いろいろプラスで見なきゃいけない部分あるんですけど、基本はまずラケットイコールラバーの重さがちょうど真ん中に来るよっていうことなんですよね。ここ重心まで考えて用具を選べるようになったらもう本当上級者ですね。かなりアドバンテージがあると思います、実際のプレーにも。もうコンマ何秒を競う世界なんで、重心が重いせいで間に合わないとか角っちゃったとか、もう容易にそういう状況はあるんで、例えばラバーを使ってるラバーが柔らかいテンションと表ソフトだった場合、ラケット 100g あっていいんですよ。そういうことですね。バランスはもうすごく手元重心で振りやすい、そういうことですよね。全体を見てそれぞれを選びましょう。確かにそういうラケットもありますもんね。それなんか異質用に 100g 超えた重たいラケットとか、出してるところもあるじゃないですか、こだわったラケットとかで。だから 100g 超えるには訳がちゃんとあるっていうことなんですよね。あります。そういうバック表だったりバック粒に合わせたような、形の。なるほどなるほど。だから軽い重いだけで判断しないで全体を見ましょうということですね。例えばその重心がその先端重心、真ん中重心、そのグリップの根元重心あるんですけど、それぞれ、ちょっとあれなんですけど初歩的なんですけど、どういったメリット、デメリットとか、まずそこが結構それ話しました。結構そもそもこう先端重心になるとどうなるメリットがあるのかとか、手前重心だと何がいいのかっていうのは、分かってない方が結構いらっしゃるので、そこもちょっと私も結構そこら辺は重心の位置かなり気にしてる方だったので、どうですか。まず先端重心、先端重心は話の流れから言って重く感じます。そして良くも悪くも遠心力というのが生じるんですね。ここに重みがいくから、例えばドライブ強く打って威力を出すとか、つっつきこうスナップ効かせて切るっていう時にはいいんですけど、いかんせんその遠心力でもって振られるので、重く感じたりパワーがなかったり、あと戻るのがちょっと厳しいんですね。そうですね、確かに戻りの速さは確かに求めると大変ですね。対して、グリップ重心、これ軽く感じます、すごい軽く感じます、そして、切り替えがすごい速いです。なので前陣でプレーする人とか、手元重心だとすごいいいと思います。それとセンター、その真ん中をっていう感じですね。真ん中はバランス、そのちょうど間みたいな感じなんですね。ちょうど。じゃあこれでちょっと深いちょっと難しい話をいいですか。ぜひお願いします。先端重心になりやすいラケット、グリップ重心になりやすいラケットっていうのが存在します。いいですね。それですね。さっきの方程式っていうか公式にプラスして考えてもらうといいんですけど、じゃあまず先端重心になりやすいラケット、どんなラケットか。大きい、ブレードが大きい、ブレードがあったですよね。あと板が薄い、この2つになります。でこの2つを満たしたラケット、カットラケットがあります。多くは粒ないし表を張るんですけど、裏を張った場合ひどいですね。めちゃくちゃ重く感じますよね。ズンってこうなりますもんね。カットブレードの
裏ラバーはまあいないですけどね。そうですね。じゃあ逆、手元重心になりやすいラケット、どういうラケットかというと、まずちっちゃい小ぶりなラケットってですね。そうですね。あと板厚、板がすごい厚いと手前重心になりやすいっていうのがあります。まあ例を挙げるとしたらちょっと変わるんですけど、単板とかまあそんな感じですね。いいですね。私なんかもグリップの太さ、そうなんですよ。グリップ、やっぱ太い方が手前重心、グリップ重心になるし、やっぱ細めのグリップだとやっぱこう先端寄りにこうなるんで、私も結構グリップのその太め細めとかでも重心全然変わるなって感じでちょっと気をつけながらこうよくラケットを選んだりとかしてたなって記憶があって、それもなんか一つあったかなと思いました。さらにいやでも茶葉さんの言ってもらってもすごい素晴らしいです。もうまさにそのままですね。だから重さっていう数字、目で見て分かるところだけじゃなくて、この重心っていうのも含めて考えると、もうよりグッドな用具選びができるんで、つまりあれですよね、自分がどの重心が適しているのかもちゃんと分かってれば、より正確なラケット選びできるってことですよね。できますね。ただおすすめは、センターもしくは手前の方が僕はおすすめです。大体の、大体そうですね。よく話聞くのはそのトップ選手、トップ選手上級者の方は結構例えば先端スイング速くてパワーをつけたいというので先端の方にこうなんですかね、パワーテープみたいな、重量調整テープをここにやっぱ先端に 1,2g とかつけてますね。で遠心力を効かせて、先端重心それよりパワーを出せるようにっていう形でやってるトップ選手がやっぱ何人かいたっていうのが印象的だったんですけど、やっぱそういうやっぱ重心こっちに先端にさせるのはやっぱ上級者っていうことになるんですよね。そうですね。基本的には上級者ですね。もうボール卓球が全部ほぼ完成された状態で、さらに威力をっていう形でこうなってるのかなっていう、そうですね、いう感じがあったんで、そう言われるとやっぱ茶葉さんの今言ってたほとんどの方はグリップよりか真ん中っていうのは、まあ卓球のレベル、ほとんどの選手がやっぱ小中級者層に当たるので、やっぱそうなるとやっぱ重心はここら辺にあった方が、手前ら辺にあった方が失敗しづらい、重すぎて触れなかったっていう悲しい失敗が減るということなんですね。そうです。まあでも今売ってる、いわゆる性能の高いラバーを2枚選んじゃうと、もう必然的に先端重心になりがち。それでスポンジの厚い両面裏ソフトので最近のやつは結構ちょっと重め固めそうなんですよ。なんですよね。もうそれを克服する手立ては重いラケットを買うしかなくなるんで、逆にそうなるとちょっだ違うじゃないですか。そうですね。そうですね。もう冷静に判断しましょうってことですね。なるほど、じゃあもうちょっとやっぱラバー自体をだいぶこうソフトなやつに柔らかいやつとか、スポンジを薄くするとか、そういった形で本当に自分に身の丈に似合ったものを選ぶっていうことが大事なんですね。で時に重いラケットも視野に入れると、その場合には。なるほど。軽いラバーに重いラケット、軽いラバーに重いラケットっていうのが実は本当は良かったりするってこと。本当は手前に行きますんで、なるほど。そういうことですね。いや水上にそれはなんか納得いく素晴らしい話ですね。確かにそれラケットを選びとして重量、結構でもそれ重心はもう勝手に操作されちゃうもんっていう印象が強いんで、もうできた時のそうなんですよ。自分の好みな用具を組み合わせて勝手にもうこうなっちゃったからもうこのまま行くしかないっしょっていう。それはねダメですよ。とったらやっぱ先端重心になりすぎて用具中級者ですよ。やばいちょっと振り回されてんなっていう、使いこなせてねえなとかなったりとか、そういう時はラバー切ったりするんですけど、ハサミで上のちょっと短くとか、あとは重量テープで手前の方に貼ったりする方法もあるじゃないですか。ありますね。こっちの両サイドに重量テープを 1g ずつこうつけると、そうするとトップ選手もいるんですよ。いますね。ここにこのグリップ寄りに2箇所つけると、そうすると重心がこのグリップ寄りにちょっと変えれるので、こっちが先端寄りになるし、こっちグリップ寄りになるし、そういうのでうまく工夫をされている方もいるんで、そういうのもワンポイントとして、ちょっと先端重すぎってなったら、それで直すこともできるということですね。グラムは増えるけど軽く感じるんですよね。いやそうなんですよ。ここにやると、なのでそういうからくりなんですよね。いや分かりやすく教えてくれてありがとうございます。ということでぜひですね、重量バランスです。いや非常に価値の高い話を
してもらいました。茶葉さんありがとうございます。あいえありがとうございます。またよろしくお願いします。こちらこそお願いします。ということで、ぜひ参考にしてみてください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。日本中講習会で回って卓球の楽しさを伝える普及活動、初中級者が短期で勝てる内容を日々研究し、役立つものをお伝えさせてもらっています。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。